こんにちは。アニメ紳士です。今回は早々のフリーレン第18話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。ぜひ最後までお楽しみください。喧嘩しなければ最強コンビなのに。フリーレン、今日ずっと変顔してる。新キャラがイチャイチャするアニメ。これコミックより姫連載でしたっけ？飛べたじゃねえか。この二人外見と中身が逆なのか。そこに気づくとは。めんどくさい女ばかりのアニメだな。ソニックブームで死ねる。音速の衝撃波で周りの被害すごそう。固定された状態からマッハ出るってどういう生き物だよ。最速の SR71 でもいきなりは出せないな。フリーレンって実はコミュ力ある。伊達2000年生きてないからな。脇役のパンツは見せてくれるが、見えても嬉しくない類のカボパン。かぼちゃパンツならいくらでも見せていっといるきて。こんなので2週またぎ。何言ってんだ。この後はずっとだよ。中任試験みたいのずっとやるのか。ヘルンパートが気になる。この監視タルクは何やってんだろう。缶食べてるんだろう。これ絶対参加者同士で殺し合う展開だよね。仕切れの色が予想と違ったわ。なんか密かみたいなやつも出てきたし、ますますハンター試験みたいだな。っていうかシュタルクどこ行った？思ったより進行早かったから、このクールは第3次試験終了までできそうだね。黄金鏡編は映画かな。1クールか劇場版3部作くらいやらんと尺足りない定期。映画だと尺が足りないって何度言われたらわかるの。もうすげえテンポ良くて面白かった。なんか可愛い女の子いっぱい増えたな。今回はてっきり試験の説明までで終わるかと思ったら、一次試験に突入してたのは驚いた。なかなかテンポ良いね。レイパーとデクラフトと会話してた倫理観がいかれてそうな緑髪の魔法使いが試験編におけるラスボスみたいなポジションになるのかな。割と面白かったな。試験編は最初だけつまらんから、最初でこのくらいならもう成功だな。フリーレン、だんだん人の心を理解してきたと思ったが、まだやっぱりカンネとラビーネの喧嘩を見て嫌い、仲が悪いと受け取るか。フリーレンが馬車で魔法に大切なものを説明するときに、ヘルンの馬ルパイがアップになってたせいで、やはり巨乳の方が魔力が高いのか、と思ってしまったじゃないか。勇者パーティーだったりアウラ倒したりしてるのに、フリーレンの知名度なさすぎだろ。アーラ倒したのフリーレンっての広まってないんでは。本人は絶対に拒否するだろうし。いつの時代の話してんだよとなる。今日のフリーレンはラビーネとカンネがずっと喧嘩してるもんだから、ずっと仲尾になっててくさ。シュタルクの代わりにフリーレンがツッコミのような何かをする羽目になって、ずっとあの顔してるのはラ。今回は今までで一番困りが多かったか。カンネとラビーネかわがまますぎ。フリーレンもこれでフェルンとスタルクがいつもどれだけ良い子なのか分かったやろ。今までのパーティメンバーみんな落ち着いてたもんだ。騒がしいキャラに翻弄されるフリーレンは新鮮。喧嘩に見えるけどイチャついてるだけだぞ。喧嘩するほど仲がいいってやつかな。生温かく見守るフリーレン様の表情笑ったわ。ラビーヌちゃん可愛すぎて死んだ。第一印象悪くて喧嘩かと思ったら幼馴染で、スイートプリキュアや仲良し川の系統のユリだった。崖の上のラビーネのフリルパンツをちゃんと描いてくれてありがとう。最高の原作保管だったな。ラビーネお嬢様みたいな格好してるのにヤンキーみたいなんだな。ラビーネは兄貴たちと母親の着せ替え人形だから自分の趣味とは違うんだ。今回フリーレンとチーム組んだあの二人はポンコツに見えて有能なんだろうか。カンネの方は危機管理能力が欠如してるっぽいし、フリーレンがいなかったら即死してただろうけど、とりあえずあの二人はチームメイトがキャで SSR クラス引いたな。フリーレンがいれば一次試験突破は確実だろう。フリーレンだ鳥の魔物をいつものビームで首飛ばして倒さなかったのは、それやると捕まってた女の子に血がかかるからかな。来週を待て。シティレって名前からしてもっとメタリックな感じかと思ってたら、
普通に小鳥さんだな。飛ぶ時の様子が隕石に似てるからそう呼ばれてるのかな。音速で飛ぶとかって言われてたし。フリーレンパーティーばかりでフェルンパーティーが一切出てこなかったけど、コミュ障のフェルンはうまくやれてるんだろうか。フェルンはフリーレンを制御できてるから、コミュ教ではフェルンは3級試験を首席で合格したみたいなこと言われてたけど、その時はどんな様子だったんだろう。死人が出るような危険な試験ではなかったのかな。今回のフリーレンはダメな師匠みたいになってたな。面倒ごとで死に丸投げしようとしてたし、シュタルクにクソババア呼ばわりされたことを根に持ってたのは草。フリーレンってさっぱりしてるように見えて、意外と執念深くて粘着質だったりして、フリーレンって負けた回数とか人数なんていちいち覚えてなくて、勝敗にこだわらないタイプかと思ったら、意外に負けず嫌いなんだな。魔法に関してだけかもしれないけど、今回フリーレンが提示したあのネックレスみたいなものが、フリーレンが唯一持ってる魔法使いとしての身分証明書なんかな。もしあれがなかったら、フリーレンは一体どうするつもりだったんだろう。試験受けられず積んでいたかも。そもそもフリーレンは最初は試験受けるつもりなかったじゃん。かわいいですし、フェルン見合いがんされたから仕方なく受験したみたいな感じやったな。やっぱり見る人が見れば、熟練のローマ法使いみたいな魔力ってわかるものなんだな。レンケンやフリーレンは魔力から加齢臭とか漂ってそう。今更ながらフリーレン知名度低いな。勇者一行の魔法使いなんだから、さすがにもうちょい気づかれてもいいもんだが。人々の記憶は風化するし仕方ない。勇者パーティーの全盛期は80年前だしなおさらだ。ヒンメルが有名すぎるのと、伝説の魔法使いが試験を受けに来るってのも、なかなか想像つかないのでは。エルフが希少すぎて、なんか長生きするらしいけど眉唾でしょ。位の認識でしょ多分。生態の方が一般的に知られてないと思われる。空が半分、切ない。朗報、フェルン3級魔法使いさん、胸は1級に育ってしまう。フリーレンが半分しか見えない。原作だとフリーレンの顔全部見えてるんだよね。アニメは盛りすぎてて笑える。むほほ。空が半分しか見えなかった。詩人かな。合ってるけどローマ法使い扱い笑った。空が半分しか見えないっていい表現だな。嫉妬というほどでもないんだろうけど、フリーレンが自分とフェルンの間の驚異の格差社会にやりきれない思いを抱えてる場面はちょっと笑ったよ。今回はフリーレンの意外な一面が垣間見えるお話だったような。ウーハなエルフの人が意外と話題になってない。引きずりの盗賊の命を助ける修行僧の鏡よ。モンプがオイサースト付近にいたのは意外だったわ。てっきり山小屋を出た後は中央諸国側に向かったと思ってた。あそこグラナと伯爵領辺境だから、フリーレンたちとは逆方向だよ。盗賊登場したな。フリーレン世界で悪い人間、初めて見た気がする。アウラさん、実は治安維持もしていた。ヤクザが衰えてハングレが栄えるみたいな話やな。一級魔法使いが隠し種ある3級魔法使いに殺されたのか。そりゃ肉体は普通の人間なんだから、物理的な魔法で隙をつけば死ぬだろう。ユーベルはイカれたやつなんだよ。ちゃんとアニメではユーベルに対してゼンゼが嫌そうな態度とってるんだな。ナルトの中任試験を思い出したわ。自分はハンター試験を思い出した。死人が出るほどの危険なものらしいし、大自然の中でチームを組んで何かを奪い合うサバイバル形式であるという共通点もあるし、緑髪の目つき悪い女魔法使いはまんま密かだな。シタルクの出番、立ってたり寝てたりするだけ。普段は旅先で着いた村でシタルクが修行してるシーンの方が多いから新鮮。試験中にシタルクは何してるんだろう。怖いフェルンの目を逃れてのびのびしてる。この流れだと当面シュタルクの出番なさそう。たまに私生活出るぐらいでメインは1級試験ばかり。この試験が面白い。今回のシタルク、ひたすら退屈そうだったな。試験編はシタルクは蚊帳の外だろうし、影薄くなりそう。シタルクはこのアニメ屈指の癒し要因だというのに寂しいじゃないか。二人は喧嘩するほど仲が良いとは思わなかったフリーレンさん。
ツンデレの概念とかわからなさそう。そもそもこの世界にその概念はあるのか。映像になるとやっぱりテンポいいな。2クール目は試験編までで終わるかもとも思っていたけれど、この調子だとそれより先までいけそうね。生死を問わない過酷な1級魔法使い選抜試験が始まる。フリーレンがチームを組むのは一見デコボコなように見える幼なじみコンビだが、喧嘩するほどなんとやらと言うべきか、互いに真からの信頼を寄せ合う少女たちはフリーレンと最初の試験に挑む。いよいよ始まった長編。ここからは様々なキャラクターたちの物語が展開されていくけど、その最初の1話目としてとても良い導入だった。各キャラへの親しみや興味を引く構成、次回も楽しみです。空が半分しか見えなかった。フリーレンがフェルンの胸を見上げ、つぶやいたその台詞はギャグにも思えるが、一級魔法使いへ至る狭き門、その険しさを暗喩している台詞とも捉えられるのが、並べた本の視界が狭まる描写で裏付けられる。この見せ方が見事です。試験編開始です。これまでいなかった喧嘩するほど仲がいいタイプのツンデレさん。アンネとラビーネの引率に苦労しつつ、人の心をまた一つ知った感じのフリーレンです。わかる人はちゃんとわかってるって関係が尊いですね。今気づいたがエンディングはフェルン膝枕エンドなのか。笑い。シュタフェルかフェルフリか迷う。笑い。一級魔法使い試験編スタート。結構新キャラ出てくるけど、このペースで掘り下げてくから、あんまり混乱しないと思う。フェルンチームが気になるよね。マジで体感数分。今週も最高だった。マジでずっと最高なのを維持してるのすごすぎる。一気にキャラが出てきて嬉しい。ラビ鑑定帝。マジで試験編はめちゃくちゃ面白いから、来週からも楽しみすぎる。魔力の他に誰も知らない過去を知っていることもローマ法を使いたらしめるのだとしたら、今のフリーレンを知っていると言ってくれる存在がフリーレンを若くするかなってヒンメルに言われた時から、フェルンの胸よろしく、フリーレンも成長してるの、若者みたい。ラビーネさんとカンネさんが熱かったな。喧嘩っとるかと思ったけど、それだけではなり良さがありましたね。二人が熟練のローマ法使いのフリーレンさんと同じグループでどうなるかも楽しみだな。フリーレンの魔力は強大だし、試験も余裕なのではと思ったけど、チームワーク重視の内容でちょっと雲行きが怪しいね。それでも喧嘩しがちなラビーネとカンネの間を割とうまく取り持ってるよな。たまに見せるお手上げ状態の顔が可愛い。あと圧倒的シュタルク不足。笑い。ローマ法使いと2度も言われて哀れなフリーレン様。一級魔法試験でしっかり者の立場を強要されるのがかわいそうです。フリーレンがフェルンの師匠のように若い3級魔法使いを導くのが素晴らしい。フリーレンの空に気をつけろには気づけなかったよ。フリーレンの困り顔って珍しい気も今回頻繁に見られましたけど、登場人物が一気に増えましたが、魔法試験編も丁寧にやってくれそうなので、原作未読でも混乱することはないと思います。強い魔法使いだと知ってると言われて、過去は死んじゃうじゃないと返事したフリーレンが、今は嬉しく思う心の変化にジーンとしました。そして試験なのに先生みたいなフリーレン。笑い。と、見た目と違ってハイスピードでタフな鳥。笑い。今週はいろんなフリーレンの表情が拝めておき、しかし誕生日ケーキのろうそくは何本立てたんだろうか。ていうかろうそくの数足りなくね。笑い。なんだあの鳥早すぎるだろ。たくさん新キャラ出てきたけど、名前覚えられるかな。アンネとラビーネは見た目と口調が逆のイメージだった。試験はフェルン側が気になるね。新章始まったけど、1クール目と変わらず面白かったわ。こういうシャッフル的な展開が好きなものでして、試験編ががぜん楽しみになりました。フリーレンとフェルンが対決するような場面もあったりするんですかね。めちゃ強いけど無視覚というフリーレンみたいな存在に美を感じます。フリーレン様、意外と根に持ちタイプだった。フェルンのアングル、空が半分しか見えなかったわ笑う。ユーベル、癖ありそうなキャラだけど、見た目めちゃめちゃ好きだな。イクミさんの声も良かった。カンネ&ラビーネも良いな。今後が楽しみ。
一級魔法使い選抜試験に登場した新キャラたちが魅力たっぷり。可愛いけど癖強なカンネとラビーネをどうまとめ上げるか、熟練のロー魔法使いの腕の見せ所だ。気がかりなフェルンチームのユーベルだけど、実は魔族だったりしないだろうな。新キャラ登場はやはりワクワクするわね。ユーベル、強キャラ感あってよかったな。ゼンゼと目が合うシーンはナイスアニオリ。フリーレンはアニオリ描写が豊富かつ効果的で飽きさせないな。雨音を確かめるのに手をかざすとか、無理なクリアリティに寄与しててよい。2クール目らしく雰囲気がガラッと一転。一級魔法使い試験編が開幕。喧嘩こそ多いものの、いざという時頼りになって、互いの身を預けられる固い信頼で結ばれた2人を見て、人間を深く知らないフリーレンは何を思う？どうせすぐ使えなくなっちゃう。魔法使いであることの証もエルフの時間感覚ではないようなもので、時間で変わっても同じ時を一緒に過ごした人の記憶にはあり続ける。フリーレンの中にあるヒンベルトの同じ会話をフェルンには違う反応で答える。人間を知れてきてるよね。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や解釈を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。